皆さんこんにちは。菅製作所の工藤です。私たちは研究開発向けの真空装置を作っている会社です。さて、本日のテーマは CMP 平単価工程とは半導体製造に不可欠な理由と仕組みについてです。私たちの身の回りのあらゆる電子機器に使われ、今や社会に欠かせない半導体ですが、その製造工程は非常に複雑ですよね。これから半導体について学びたい、技術の背景をしっかり理解したいとお考えの方も多いのではないでしょうか。半導体の製造では、基板の上に薄い膜を作ったり、不要な部分を削ったり、エッチングといった作業を何度も繰り返して、ナノメートル単位の微細な回路を作っていきます。本日のテーマである CMP 平単価工程は、まさにその回路形成の途中で発生してしまうわずかな凸凹をきれいに整える製品の品質を左右する超重要工程なんです。でも、そもそも半導体の製造工程って全体としてどんな流れになっているの？精膜やエッチングっていつやっているの？と疑問に思われる方もいらっしゃるかもしれません。そんな方のために半導体の製造工程を基礎から学べる前工程の全体像を分かりやすく解説した動画もアップしています。今出ているこちらのサムネイルの動画を後でチェックしてみてください。では早速本題に入りましょう。半導体製造における CMP、正式には化学機械研磨、ケミカル・メカニカル・ポリッシングと呼びますが、これは一体どんな工程なのでしょうか。簡単に言うと、精膜やエッチングを繰り返す中で生じてしまったウエハーのわずかな凸凹をナノメートルオーダーで平坦に整える工程のことです。では、どうやってそんなにツルツルにしているのでしょうか。実は CMP は化学的な作用と機械的な作用、この2つを組み合わせています。1つ目のステップが化学的な作用です。まず、ウエハー表面にスラリーという薬液を流します。このスラリーには研磨粒子や界面活性剤などが含まれていて、ウエハー表面を化学的に変質させて削れやすい状態にしてくれます。対象となる材料、酸化膜や金属配線などによって最適なスラリーを使い分けるのがポイントです。そして2つ目のステップが機械的作用です。化学的に変質したウエハー表面を回転する研磨パッドに押し当てて物理的に削り取っていきます。パッドの材質や押し当てる圧力、回転速度などを精密にコントロールすることで、ナノメートルレベルの高精度な平坦化を実現しているんです。でも、なぜそこまでして平らな平面にする必要があるのと思われるかもしれません。理由は大きく2つあります。1つ目は断線を防ぐためです。半導体はミルフィーユのように層を重ねて作りますが、下地に段差があると、上の層を作るときに配線が局所的に細くなってしまうことがあります。それが断線の原因になり、電気的な接続が失われて、チップが不良品になってしまうんです。2つ目は、正確な露光を行うためです。回路のパターンを焼き付けるフォトリソグラフィーという工程では、露光装置のピント、フォーカス位置を一定に保つ必要があります。表面の高さにばらつきがあると、場所ごとにピントが合わなくなって、設計通りの微細な加工ができなくなってしまいます。いかがでしたでしょうか。CMP 工程によって表面をナノメートルレベルで整えることは、安定した露光や信頼性の高い配線を実現させるために欠かせない技術です。半導体の微細化、多層化が進む現代において、品質やぶどまりを支える超重要工程だということがお分かりいただけたかと思います。私たち菅製作所では、長年の経験と独自の技術を生かして、高精度な薄膜、精膜を実現する ALD 装置やスパッタ装置を提供しています。大学や研究機関の導入実績も多数あって、研究目的に応じたカスタマイズや事前のテスト精膜も可能です。装置のご検討やその他ご相談があれば、ぜひお気軽に当社までお問い合わせください。この動画が皆さんの課題解決のヒントになれば幸いです。本日も最後までご視聴ありがとうございました。役に立ったと思ったらチャンネル登録と高評価ぜひお願いします。
それではまた次の動画で会いましょう。